生きが良くていいじゃないですか。悪いと捉えるからそうなるわけですよね。独裁者が悪いかって誰が決めたの？変化進化できないやつはその時代を謳歌しても潰れていくわけですよ。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容を話しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もお願いします。お願いします。今日がですね、言い方悪いんですけど、早くクビにしないと組織が崩壊していくガン社員の特徴ということで、このガン社員っていうですね、ちょっと強烈なパワーワードを元に、モンジ社長が考えるこういうガン社員の行動や態度がチーム全体の士気や成果に悪影響を与えてるみたいなことを感じたケースがもしあれば、その辺をちょっといろいろ教えていただきたくて、こういった人ってガン社員だよねみたいな特徴ですね、教えていただきたいんですけど、僕が今管理職なんですけど、これから入ってくる新入社員だったりとか新卒の人を見ていく上で、この人いずれやばくなりそうだなとかガン社員化するんじゃないかなみたいなっていうなんか視点でちょっといろいろお話を聞きたいんですよ。一応僕何個か、こういう人ってガン社員になりそうじゃないですかみたいなのをちょっと考えてきたんで、それを最初にちょっとご紹介させていただきたいなと思ってます。まず一つ目が、すぐ反抗してくる人、生意気な人、こういう人ってなんかいずれガン社員になる気がするんですけど、どう思いますか？いや、そうとは限らないんじゃないですかね。外を限らないですか？生きが良くていいじゃないですか。限度がありますけど、はい、これも捉え方だったりとかするので、別に反抗すぐしてくるってことは、自分の意見持ってるってことだし、生意気なやつって言いますけど、別にだからといって全て罰がつくかって言ったらつかないですよね。そうですか。なるほど。あと例えばチームにも自分の意見を通させようとするやつ、こういう人もガン化する可能性があるかなとは思ったんですけど、これも別にそうとは限らないと思いますけどね。そうですか。なぜゆえに？別に自分の意見しっかり持ってるってことだし、それがいいと思って全部通させようとしてるわけだから、自分が正しいと思うこととか自分の中での正義をちゃんとチームにも通させて、それを実現しようとさせる力みたいな感じで捉えたら別に悪いことじゃないですよね。なるほど。それ自体は。3つ目が意見を曲げない。これやっぱ将来管理職とかにその人がなった場合、独裁者になる傾向があるなと思ったんですね。だからこういう意見を曲げない人とか、ちょっと頑固みたいな性質の人はちょっとやっぱガン社員化するなって考えてるんですけど、どう思いますか？いや、これもさっきと一緒ですよね。別に意見を曲げないことが悪いと捉えるからそうなるわけですよね。信念があるとも捉えられるわけじゃないですか。そうですね。確かに。いつも言いますけど、別に独裁者が悪いかって誰が決めたんだと。独裁者がいいとか憧れてるとか僕はないですけど、でも独裁者が悪いわけじゃないですよね。結果、そういうことをしてきた人で悪い歴史があるので、独裁者だからダメなんだみたいに言われてるだけで、別に独裁者がいい例もあるんで、実際独裁者じゃんと思うけど、そう言われてない人もたくさんいますし、いいことか悪いことかは独裁者で A か B かではないですよね。なるほど。ちょっとじゃあ薄っぺらかったですね、僕の考えてきた。なるほど。モンジ社長がそしたら思うガン社員の特徴、ちょっと教えてもらってもいいですか？そうですね。悪いこととかサボることを教える人とか。なるほど。良くないなと思うのは、仕事なんかさ、手なきゃいいんだよ。別にこんなに全力しちゃってしょうがないでしょ。俺昔は一生懸命やったけど、やって結局いいことなかったよ、みたいなね。なんかこんな感じで、そうなんだ、みたいな。思わせちゃうような人ですよ。いや、めっちゃ当てはまる。なんか抜くとこは抜けよみたいな、僕よく上司に言われてたんですよ。サボれるところはサボれよと。そういう人はどうですか？なんかそういう文言を多分使うときはあると思うんですけど、でも僕が思うには口でも実態もちょっと度を超えて教える人がいるんですよ。口でもそういうふうに言いながら、実際自分もすげえサボって
みたいな。で、結果ね、そういう人を長く見てると、はい自分も上司になった時に同じこと言っちゃうんですよね。上司になってやっていいんだとかって、はい。本能的に思わせちゃうんですよ。だあから頑張らなくなっちゃう人を育成する可能性があるんですよね。ガンですね。一発屋を育てますよね。一発屋を育てる。確かに。こういう人結構いますよね。いますね。僕何人も当たりましたよ。そういう上司。はい。なんかもうちょっと紐解いていくというか、はい。結局それって僕が考えたのは、はい。要はいいことや真面目にやることで、自分に得がなくて損だったっていう経験があるだけじゃないですか。おそらく。はい。でそれが自分の固定概念とか主観で形成されちゃってるんですよね。そういうことなんですね。だから固定概念とか主観が強すぎる人、強すぎてもいいんですよ。別にさっき言ったように自分の意見曲げないとか、これもある意味固定概念とか主観なんですけど、ポイントは固定概念と主観がもうすでにカチコチに形成されちゃってる人なんですよね。変える余地がない人。なるほど。だからどちらかというと何がっていうよりかは、やっぱり係数としては年齢とか経験っていう話だと思うんですよ。だから年齢も重ねて、年齢を重ねたのをプラスに変えられる人もいれば、年齢を重ねたことをマイナスにやっぱりちょっとこうなっちゃう人がいるんですよね。経験もたくさんいっぱいいろんな経験してるんだから、それをいい風に使える人と、その経験をいい方に使えない人がいるわけですよね。これがじゃあどんな人かって言ったら、変える余地がない人か変える余地を持ってる人かみたいな話だと思うんですよ。なるほど。やっぱ優秀な人とか見てると、いくつになってもまだ学ぼうとする意欲があるとか、自分ももっと進化できるんだとか、自分の固定概念をぶっ壊さないとみたいな感じでやっぱ考えてる人が多いですよね。反対にやっぱうまくいってない人とかっていうのは、世の中もうこんなもんだって決めつけたりとか、会社ってこんなもんだって決めつけたりとか、変える余地が介在してないんですよ。なるほどなるほど。そういう人が不平不満仲間とかを形成して、自分の限られたコミュニティの中で自分の影響力を発揮しようとするんですよね。それがガンシャインですよね。なんでポイントとしては、結局変われるかどうか。だから変われないと思う人はやっぱ×ですね。やっぱ自己否定して進化できる可能性があるのかないのかと。自己否定、要はだから先ほども言ったように、いくつになっても自分を否定できるその客観性とか、人間力があるか、器がでかくなってるかどうかっていうのは結構大事で、それができないとやっぱ進化できないんですよね。変化進化できないんですよ。だって世の中もだいぶ変化進化するわけですよ。歴史上もそうなんですよ。結局じゃあその今まで長い地球上の歴史の中で、結局一番大事なのは変化進化できるかどうかなんですよ。変化進化できないやつはその時代を謳歌しても潰れていくわけですよ。例えばなんかちょっと僕はそっちなんで詳しくないですけど、例えばじゃあ恐竜がなんで今生きてないんだっつったら、やっぱ変化進化できなかったからですよね。でもちっちゃい虫とかなんかよくわかんないですけど、そういうので変化進化してきながらなんとか生き延びてるやつもいるわけですよ。これだけやっぱ時代も変わるから、じゃあ20年前にスマホなんてなかったわけじゃないですか。でも今当たり前のようにスマホあるわけじゃないですか。これも変化進化してるわけじゃないですか。世の中これだけ変化進化するのに、人間だけが変化進化しなくていい理由ってないわけですよ。確かに。だからとにかく、ポイントは変われるかどうかですよ。変われる確率論の問題になってますね。だから例えばうちで一般的に思うのは、正直年齢を重ねれば重ねるほど、固定概念とか主観が形成されてしまってガチガチな率が高くなる。自分を見てもそうだし、周りを見てもそうなんですよね。だって子供って何も知らないから何でもそうなんだってなるじゃないですか。これって固定概念とか主観とかがあまりない状態ですよね。そうですね。だからスポンジみたいに吸収できるし、伸び力も高いわけですよ。でも大人になればなるほど、じゃあ仮におじいちゃんおばあちゃんがつって世の中こんなもんだ、家族とはこうだ、夫婦とはこうだ、仕事とはこうだってもう固まりすぎちゃって、そもそもその人からしたら変える必要もないかもしれないし、って感じなんですよね。なので、参考してくる生意気なやつがダメなのかいいなのかっつったら、これが例えば20歳とかだったら、いいじゃないかと、勢いがあってと、ってなるんですけど、70歳ですぐ反抗してきた生意気なやつだったら、やばいじゃないですか。やばいです。70歳でチームに自分の意見を通させようとするって、これ老害って言われたりとか、
ってなるわけですよね。でも、客観的に僕らが今見たときに、じゃあそういう70歳仮にいたとして、痛いなって思うじゃないですか。はっきり言って。でも、20歳でそれだったら、逆に、生きのいいやつとか、こいつもしかしたら伸びるかもとかってやっぱ思うわけですよ、シンプルに。そういう意味で反抗してくるからダメ、いいとかじゃないんですよ。だから、ちょっと僕らの会社で採用の時気をつけてることとかっていうと、やっぱり例えば働くこととか、会社に対してとか、それぞれの価値観形成が、やっぱりあまりにもカチコチに固まってそうで、変えれなさそうだったら不採用とか、もしくは、要注意みたいな。でも若い人だったら若い人の分、最低限の倫理観とかね、固定概念とかはちょっと確認はしますけど、でも全然生意気だとか、意見曲げないとかは全然逆にプラスかもしれないです。そういうふうにやっぱ人を見てますよね。だから若い子だったらまだ全然変えられるし、いい方向に進化できるんで、可能性があると判断されることが多いですし、年齢を重ねれば重ねるほどやっぱりどうしても変われない、進化できない可能性、もしくは進化できたとしてもバッファがない、ポテンシャルがそんなにないみたいな。なるほど。って言ったらやっぱりちょっと不採用とか、そういう可能性も高まるでしょうし、って感じですよね。じゃあ僕が今最初に言った3点はどっちかというとポジに捉えてもいいってことなんですかね。だからそのすごいいいこととか悪いことって、諸刃の剣だと思うんですよ。特に人に関しては。言い換えたら反対のことっていいこと、めちゃめちゃいいことじゃないですか。例えばさっき僕が言ったようにすぐ反抗する、生意気だ。でもこれってそう裏を返すと自分の意見を持ってるとか、気力があるみたいな。逆に反抗を一切してこない、全然おとなしくしてるって、これはいいことなのかっていう話なんですよ。そこの視点はなかった。これすらも全て自分の主観でしか見てないじゃないですか。自分に対して反抗してくるから嫌だ。自分に対して生意気だから嫌だ。自分はこう思うのになんでお前の意見通そうとするんだとか、俺はこう思うのになんでお前の意見通して曲げないんだって自分しかないんですよ。そうですね。冷静に見たときには自分に対して反抗してきた。だから説明が1回2回いる。ちゃんと論破しなきゃいけないみたいな。ちゃんとこう言って聞かせなきゃいけない。これ手間がかかるだけですよ。自分は手間かかるけれども、会社としてとか、将来性をとか、この人の可能性をって考えたときには、別にダメなことじゃないですか。それこそ自分たちも主観ですねって話なんで、それをこういう話を聞いたときに、なるほどと思って、じゃあこういうふうに今度考えてみようとか、こういうふうに変えようとか、そう思える人はいいんですけど、いや、そんなことないよと。どんなやつだって反抗してきてもダメだよ、こいつはと。絶対そうだよ、みたいな。っていう人はまさに変われないですよね。なるほどね。いや、すごいなんか、僕の中にはなかった視点だったので、確かになと今思いましたね。だから悪いことやサボることを教える人も、例えば24歳が、法に触れない範囲であまりよろしくないこととか、ちょっと仕事サボってとかってまだ可愛いもんですよ。でもこれを40とか45の人生経験豊か社会人経験長い人がやる悪いことって、法に触れてなくてもそれって結構まあまあ悪いよ。まあまあ悪いですね。とか、ね、その時点でサボることって、うわ、これ超サボりじゃんみたいな。っていうのはやっぱり良くない。やばいですよね。年齢は大いに関係ありますね。ガンシャインを見ていく、判断していく上で。なるほど、なるほど。年齢が全てじゃないんですけど、係数としては年齢とか経験は結構注意してみないといけなくて、確率論の話なんで。年齢が高い人でもちゃんとしてる人はいっぱいいますし、低い人だけど本当にダメなやつもいなくはないんで、年齢に縛られることもないですけども、確率論としてはやっぱりそういうのはさっき言ったその変われる、進化できる可能性としての係数としては、パターンはありますよね。なるほど、ありがとうございます。ガンシャインの特徴ということですけど、変化、進化できる可能性があるかないか、絶対に変われないなと、進化できないなと思う人がガンシャインなのかなと思っています。しかしながらすぐあいつはダメだこいつはダメだと
言うことも自分の主観であることが強いので、しっかりとやっぱり冷静に客観的に判断をして関わっていくことが大事かなと思います。はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをいただけると嬉しいです。